ステニスラボ瀬俊二です。ウィンブルドンに行ってきましたということで、インターナショナルクラブグレートブリテンの100周年イベント試合の様子をお送りします。まずはニュージーランド対日本ということで、マーク・ヘイドリーさんとの対戦です。マークさんは元 ATP プレイヤーです。試合は2セットマッチ、セットオール10ポイントタイブレークデュースありです。画面奥がマークさんです。ファーストセット2オールのデュースからお送りします。前衛の後1ヶ月ほど経っていますけども、コートの方はまだ、芝が伸びきっていないですね。ある程度イレギュラーは確保してラリーをする必要があります。8月上旬のイギリスです。この日は晴れていて最高気温は24度ぐらいでしょうか。雨が降ると気温は14度ぐらいまで下がります。芝のコートでは基本的にはスライディングが使えませんので、ボールのところまでしっかり行って打つことが必要です。低いボールだったのでクロスを予想しています。足が全く合ってなかったですね。パワーもありますが、やはり細かいプレーも上手ですね。ここは芝のプレーの特徴が出ているのでリプレイです。セカンドサービスを打った後にリターンが返ってきます。この辺までは普通に打てるタイミングだと思って構えていますが、バウンドして滑ってきているので振り遅れて悪い体勢でボールをヒットしています。ボールが短くなってしまってドロップショットを打たれています。この辺まで相手を見ながら余裕で取れると思っていますが、芝にボールの勢いが吸収されて思ったよりもバウンドしませんでした。一歩ずつ早めに対処する必要がありますね。これは高い打点からのスライスです。しっかり構えてコンパクトに振り抜いています。左手首の角度が大切ですね。相手のボールの位置や踏み込む速度からクロスを予想しています。実際は芝でボールが滑って、相手のミスとなっています。芝に慣れてない線もありますけども、自分のショットだけじゃなくて相手の球の予想もなかなか難しくて、芝は慣れが必要だなと思いました。なんとかここはリターンミスを取ってサービスをキープ 3-2 としています。このリターンはうまく打てました。体格差がかなりありますね。ヘイドリーさん、背も高いですが横幅もかなりあります。さすがは元 ATP プレイヤーです。かなり横に振られてもしっかり走ってきます。少しスピンで打たれたんで目測誤ってボレーのミスとなっています。
これもクロスを待ってしまってダウンザラインへの対応が少し遅れてしまいました。ここはブレイクチャンスと思われてるんでしょうね。ギアアップしてきています。ちょっと雑なショットでしたね。ブレイクを許して3-4となっています。フォアに振られてなんとか返しましたが、これぐらいしっかり構えられるとクロスをカバーせざるを得ないですね。そこからのドロップショットで全く反応できませんでした。ナイスドロップショットです。左隣のコートで次に対戦したルクセンブルクの選手が試合をしています。いいストローク打ってるんですよね。この時点では対戦することは分かっていませんが、少し見ていただくとこの大会のレベル感が分かると思います。これはナイスサーブです。リプレイで見てみましょう。背が高いのでフラットサーブかと思いきや、しっかりと回転をかけたスライスサービスですね。体の開きを抑えてしっかり回転をかけています。これも少し球に押されてボールが吹き出してしまいました。これはうまく打てました。リプレイです。しっかりユニットターンをしてスピンをかけています。サービスをキープして4-5となんとか食い下がっています。ここは何としてもブレイクしたいところです。ラブ30とブレイクの大チャンスです。これはリターンいいとこに行ったと思ったんですが、なかなかダウンザラインに打てるような体勢ではないはずなんですが、うまく体を畳んでダウンザラインにエースとなりました。ここ2ポイントは回転量が多いサービスを打ってきています。
セットポイントでこのサービス、リプレイです。この位置からキックサービスが飛んできます。この手首の角度、参考にしたいですね。芝のコートでキックするのはかなり回転と高い軌道が必要です。横に跳ねて、もう隣のコートまで弾き出されている感じになりました。フェンスがあったらぶち当たってる感じですね。ファーストセットは4-6とファーストセットダウンです。これはオーストラリアのベテランの選手です。動画でちょっと伝わるか分かりませんが、この人もうまかったです。セカンドセットに入ります。このリターンは前に入ってのフォアのドライブのリターンです。ラケットをバック方向に動かしているので、予想が外れてフォアのスライスに切り替えたリターンです。これもうまいですね。この辺りは攻め急ぎですね。これもナイスリターンでした。フォアのドライブでしっかり振り抜いているのが分かります。リターンの種類も多彩ですし、リターンをしっかり打つということが重要なんだと思います。これからの課題にしていこうと思います。この辺はご愛嬌ですね。レッドでしたが、いいサーブでした。少しだけカットしてボールに逆回転をかけていますね。これにより芝の上で落ちてからの速度が違ってきます。ここはリプレイです。芝で少しクッションが入っているので、どうしても動きが遅い感じがします。スマッシュ打つ時も少し遅れてなんとかスマッシュ打ってるっていう感じですね。
セカンドセットの2ラブというところですけども、バッテリー切れで動画はここまででした。試合結果は6-4、6ラブとボコボコにされた感じですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。この後もウィンブルドン遠征動画を予定しております。